はい、どうもゆうです。今回はですね、フットボールフェスの名戦車アイコン装飾アイテムエボリューションですね、2000ポイントで交換できるんですけど、こちらのおすすめ選手紹介していきたいと思います。ちょっと自分の方はですね、トークンでこの辺、交換しすぎて、ちょっと今500ポイントしかないんで、多分できても再来週かなと思うんですけど、2000ポイント達成してる人が結構多いかなと思うので、今回この動画撮りたいと思います。で、これ自体の能力上がりですね、見ていきたいと思います。総合で言うと最大92のプレイスタイルが最大10、プラスが3の ST、対象外が CB となっております。で能力は全体的に50上がりが多くてですね、加速が96のスプリント96、スタミナ93のフィジカル93、逆足が4、あと、コインポジション97の決定力97、シュート力96のコントロール96、ドリブル93の冷静さ93、ロングシュート96のボレー97、ペナルティキックが97のスキルムーブが4なので55になりますと。あとはテーランドゲームチェンジャー、視野94のショートパス94、ロングパス92のリアクション95、プレスタイルが俊足と、あとフィネス金。4つ目まで今回作っているのが一番でかい部分であるかなと思います。あとカーブ95のビンショットで96、バランス93のトラッパー、鋭いパス金ですね。めちゃくちゃいいエボになっております。手持ちでちょっと見ていこうかなと思うんですけど、フィネス、スルパもともと持っている場合は、それを抜いてですね、4つになるようにしないといけないので、例えば3つでもともと2つ持っていれば、4つ目つけれないんで、できれば、その4つ持ちできる、イベントではあるんで、なるようにした方がいいかなと思います。例えば、SBC メッシですね。自分も過去エボってたんですけど、このメッシとかであれば、いい感じのプレイスタイルですね。スルーパキーになってテクニカル迅速で。ただ白がちょっと6個しかついてないのがもったいないかなと思うんですけど、フィジカルも上がって、ただ爆発的にならないっていうのがちょっとデメリットではあるかなっていう感じです。既存選手とかであれば、こういった選手も全然ありかなとは思います。もしくはエボしてきた選手ですね。で、スルパカフィネスついてない選手がいれば、それに入れてあげるのがいいのかなっていう感じなのと、あとは長にできないっていうところは、一個問題点ではあるんで、で、臨床性96になってもいいような選手を選んであげるのがいいのかなと思います。ロナウドとかメッシ、デンベレはちょっとやっぱり悩んだんですけど、今回に関して自分はロナウドに関しては以前、500ポイントでできるエボですね。晴れ長にできるんで、そちらにしたって感じです。で、デンベレとかはめちゃくちゃありかなと思っております。金もう一個つけてになりますけど、ちょっと能力上げて、デンベレ自体やっぱ強いので、あと PS も結構いい感じにつけれるっていうところで、あとテクドリとか、ファーストアチキンとかつけてしまえばっていう風にはなってるかなと思います。あと自分の手持ち以外だと、フットビンとフット GG の方で今回ピックアップしているので、そちらを紹介できればなと思ってます。今までのエボ選手でも全然ありかなと思うんで、本当長にならないくてもいい選手を中心で選ぶのが、やっぱりいいのかなっていう感じですね。あとはアイコン化になるのと、あと97っていう時点でもう次のエボはもうなかなか入れれないと思うんで、そのあたりも込みで考えた方がいいかなとは思います。ちょっと自分がミスったなと思ってるのは、最初このメッシですね、好きな PS つけてやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと金がこの辺ですね、ちょっと失敗したかなと思ってるんで、もう一個別のやつつけて、最終やろうかなとも思ってたりもします。ということで、フットビン、フット GG の方、見ていきたいと思います。まず、フットビンですね。バペになっております。十分強いかなと思いますね。スルパキンテクドリ、フィネス俊足ということで、S と、Y とか比べても、もちろん負けてる部分はありますけど、フィジカル含めて、勝ってる部分も十分あって、PS に関してはやっぱり好きなものっていうか、結構いいのついてるんで、全然ありかなとは思っております。で、ロナウドですね。これを自分はもう一つの方で長になるようにしたんですけど、このロナウドも十分強いと思います。やっぱりボディタイプ保有っていうところがめちゃくちゃいいですし、ドリブルの使用感の良さ含めてですね、能力含めて、十分かなと思います。で、イニャキですね。これもやっぱり強いと思います。単体で見てもめちゃくちゃ強いですし、おすすめの選手の一枚になるかなって感じです。ただ長にならないってところがですね、イニャキに関してはちょっと気になる点ではあるかなと思います。控えめでも全然早いので、
まあ、ありかなっていう感じです。まあ、ワンチャン ST で持ってくるのもありかなと思っております。でやっぱりネイマールですね。まあ、これは正直、めちゃくちゃ考えてます。ネイマール、メッシ、デンベレあたりが自分の中では候補になってるんですけど、やっぱり、ネイマール、途中から追加されるっていうところで、まあ、めちゃくちゃありかなと思います。まあ、バースデーエボをしてしまえばですね、とか他のエボで、好きな PS つけてから今回のエボすればですね、まあ、いいものは絶対作れるので、まあ、そういった意味で言ってもありかなっていう感じです。ということで、次ですね、FOOTGG の方で見ていきたいと思います。デモダレですね。まあ、これも結構451含め、他の、フォーメーション含めて、まあ強いかなと思います。トップ下含め、まあ451だと、CM でも全然やれるかなっていうのもありますし、まあ選択肢が多いかなと思います。ちょっとフォーメーションっていうかメンバーで被ったとしても逃がすところが多いんで、まあ中盤できるっていうのもメリットかなと思いますし、まあ強いかな。これもおすすめかなと思います。で、ロナウドですね。まあこちらロナウドもまあありかなっていう感じですね。もちろん先ほどのロナウドでもいいですけど、まあこれ自体もやっぱりめちゃくちゃ強いので、ST として使う候補としてありかなと思います。で、ネイマールは、まあ先ほどとほぼ一緒ですね。で、メリーノ。ね、まあこれもありかなと思います。まあ長じゃなくていいんであればって感じですね。まあ守備値やっぱりだいぶ高くできて、オフェンスも高くて、まあ全体的に能力の隙がないんで、まあめちゃくちゃありかなと思っております。で、次ですね。トッティですね。トッティもやっぱり、途中、めっちゃ使用感良くてですね、Y かな。SBC も相手にいてめちゃくちゃ厄介でしたけど、やっぱりこのトッティ自体は、相手にいても厄介ですし、能力含め PS 含めて、まあ、十分強さを発揮できるかなっていうところで、まあ、ありかなと思います。で、ラファレオですね。まあ、いろいろエボかましてっていう風になりますけど、まあ、これも長にできなかったらどうなんだろうってところはあるんですけど、まあ、ラファレオ自体の使用感の良さもありますし、結構体格がいいんで、まあ、抜け感も悪くないかなっていうところでおすすめかなと思います。で、メッシですね。まあ、これもめちゃくちゃおすすめですね。やっぱり、まあ、自分も使ってますけど、そのTOTW のメッシであったりとかって、まあ、いい PS 持ってる選手でやるのが、いいのかなとは思います。まあ、本当に爆発的、ちょっと控えめですね。SBC のエボの方が控えめで、自分が、今 TOTW でエボしてる方が、爆発的になるんですけど、ちょっと使用感的にやっぱ爆発的の方が使用感いいなって感じたので、まあ、そこだけやっぱ気になるかなと思います。それに関しては、まあ、ネイマールとか他の選手も一緒かなって感じです。で、パラジオですね。まあ、これも相手にいて、まあ、結構厄介でした。ST で使われて、ファーストタッチキー持ちでもあったんですけど、まあ、その択としてはありかなと思います。で、ピナですね。まあ、ピナは、まあ、やっぱり、めちゃくちゃ強いかなと思います。まあ、これもフィジカル上がってどうかなってとこありますけど、まあ、今作は初めから最後まで、まあ、強かったので、おすすめかなっていう感じです。で、まあ、こちらもですね、まあ、なしではないかなと思います。まあ、PS が99というところもあって、ありかなっていう感じです。まあ、あとは、まあ、デンベレとかですかね。今回この中には紹介してないですけど、まあ、デンベレもめちゃくちゃありかなと思ってます。多分、まあ、デンベレやるかなって感じですね。やっぱり、デンベレ自体が YS 含めてですね、めちゃくちゃ強かったので、まあ、そのあたり込み込みでですね、デンベレはやっぱりありかなと思っております。まあ、これ自体もね、もうめっちゃ強かったんで、迅速持ちの方ですね。まあ、これとか、まあ、他のスーパーもともと持ちとかでもいいんですけど、まあ、この辺を強化していければ、全然 Y とか S ですね、上回ることできるかなと思うので、まあ、デンベレが多分、個人的には作るかなと思っております。まあ、もし、今回紹介していない選手であったりとか、この選手強かったよとかあれば、ぜひコメント欄の方でよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。